まず素材について、いろいろ知っておきたいんですけど、これはいわゆる養成木ってやつなんですか？これ山鳥ですね。山鳥の木なんですか？これはね、僕が入手したところから聞いていると、はい、山鳥で、福島県の相馬市とか南相馬の山鳥らしいんですよ。それで山鳥をして持ってきて鉢に植えたんだけども、まあ実際そのまま何もしてないっていう感じなのかな。だからまあはっきり言えば盆栽に一度もなったことがないのかもしれない。もしかしたらまあ切り込みぐらいは入れてたんだろうけど、こういうふうになんとなく塊になってるからこう暴れてないから、はい、でもまあそんな感じなのかなと思いますけどね。どうでしょうね。だから肌も結構古くて、はい、そうですね、あとはやっぱりこう回して反対側から見るとね、こうやってなんか曲が上の方にちょっと洒落た曲が見えるなと思いますけどね。そうですね、この木の魅力っていうのはその上の曲ですね。曲、でまあ欠点っていうかね、面白みがないところはここからここまでのまっすぐなライン、はい、っていうのが、でもここね曲げろって言われてもね、なかなかちょっと人工的になっちゃうし、じゃあこの場所をどうにかなんだろうな、この単調さをこう抑えながらこういうところの曲が目立つように作っていければなっていうのが今回の方針ですかね。これがあるとここが見えないわけですよ。はい、当然だって盆栽ってさ、こういう風に作るじゃない、そうするとますます見えなくなってくるんだよね、こうやって作っていくとさ。そうですね。だからこれをこの空間にこの枝自体を持ってくる。はい。それをこうまあきっとほら相談しなきゃいけないんだけど、はい、こういう風にぎゅーっと持ってきて、まあこの辺に持ってこれれば最高かなとは思うんだけどね。でそれから空間が埋まっていいところが出て、これをこの枝でまた空間遊戯を作っていくつもりなんだけれども、まあこれをどう曲げていくかっていうのはこれからちょっときっと相談しなくちゃいけないから、とりあえずどこまでいけるかっていう。まあそうだよね。だから一番はこれを見せたいわけじゃない、はい、ここは見せたいけど、ここはなんだろう、枝とかでこういう空間を埋めることによってこれを優しくしてあげたい、このなんだろう、目立つところを、単調なところを中和させてあげたいから、はい、まあ当然ここまで持ってきたいんだけども、この枝がどうやってどういうふうにここまで来るかが俺もわからないんだよね。だからそれを一応大体のイメージはあるけれども、まずはこれをどうにかしてここまで持ってくるイメージを持ってくる作業をしてみたい。はい、そう思いますね。はい、わかりました。この手でどこまで曲がるか。はい。こういうふうにするか。結構ペリペリ言ってるから。ペリペリ言ってます。うん。だいたいだんだん曲がってきたね。一旦ね、はい、怖いから、はい、ここで針金で一回固定します。で、まあプライヤーとかね、はい、まあやっとことかでも普通はやっとこなんだよ、盆栽屋さんって。はい、うちはちょっとプライヤー使わせてもらう。もうさっきね、だいたい曲げてあるから、この辺までは曲がるっていうのが分かってるからさ。この辺ぐらいまで曲がってたのかな。もっと曲がってた。もうちょっといい。
れもあれだよね。なんとなく。そうするとだいぶ小さくなったよね。そうですね、もう全然頭の位置が変わってきましたね。そうですね。そしたらもう少しこっちのさラインがこうまっすぐに見えるようになってきちゃったから、まっすぐになっちゃいました。もうちょっといけるかな。内側にですか？外側がいい？いや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 どっちも可能性あるからさ。まっすぐじゃなくなってきたところで言ってくれる？はい、もうまっすぐじゃなくなりました。なくなった？はい、鋭角になります。でもこの縦のまっすぐっていうのは、植え付け角度を変えることによってもちろん出てきますね。もちろんそうですね。完全に90度前に行きましたね。そうだね、葉っぱがもうん、うよく曲がるもんですね。そうですね。だからやっぱりこういうふうに耐えてくれる木と、はいね、やっぱり本当に耐えてくれないものもあるけど、やっぱり大前提は木が元気であるかどうか、要は水とか肥やしとかのバランス、上げすぎもダメだし、まあ、やらなさすぎもダメだし、本当になんだろう、鉢の中だけで生きてるものだから、そのバランスを取りながら一番いい状態にしておくっていうのを、まあ、心がけることですよね。これ曲げやすい時期っていうのもあるんですか？まあ、本当だったら水吸ってる時期、そう、吸ってない時期。水吸ってる時期の方が、梅雨時とか、はいはい、ああいう時の方が曲げやすいんじゃないかな。今って比較的水吸ってる時期じゃないんですか？そろそろだってこれ霜焼けとかかかってくると、もう五葉松なんかは今もう10月半ば過ぎてますけど、五葉松なんかはもう葉っぱの色が、ナス五葉に関してなんかは特に金賞なんか黄色くなり始めるからね。休眠に入りそうな。そう。葉っぱが固まって。そうだね。だからそういうところもあるから、それを。もう気持ち早い方がいいですね。やっぱり一番は6月とか、暑くなる前。梅雨時とかいいんじゃないですか。あとは、秋から秋って言っても初秋だよね。もうちょっと早い時期。10月じゃなくて9月の半ば過ぎとか、そういう時のもう8月とかはやめた方がいいですね。あんまり僕もいい思い出ない。曲げた後も枝だいぶ落とすでしょうから。そうですね。そういったことも考える。そう。小白類はでもそんなに枝を落としてもあんまり影響っていうのは。そうですか。樹勢落ちたりはしないですか？ないね。だから水が乾かなくなるから、ほら赤松とかって芽切りしたり、黒松もそうだけど芽切りするでしょ。そうすると芽を切った時点で今年の芽がなくなっちゃうから、水飲まなくなるんですよ。そういう時にもう水とか肥やしとかジャブジャブやっちゃうと、やっぱり芽びっくりしちゃって出てこなくなっちゃうから。だってもう山の木じゃないから、山はほら芽切りされないでしょ。それを人工的に人の力で勝手にやろうとしているから、人間の都合で切ったものをここの土が乾かなくなったのに水やるっていうのはやっぱり木のことを考えてあげないといけないから、だからやっぱりそういう時は芽切りをした時には必ず水が飲まなくなるから、その飲まなくなった水の量に合わせて水を少し控えめにしてあげる。そして芽が持ってこれからぐっと伸びますよって言った時にはまたそれはそのぐらいはやっぱり見てあげた方が木は嬉しいんじゃない？そうですよね。ここからじゃあまた考えましょうか。そうですね。そうすると次は正面ですか？そうですね。正面とあと植え付け角度。そうだね。植え付け角度ね。こんな風にしたらかっこいいかな。こういう
うのもかっこいいかもしれないね。どっちがいいかな。こういう風にしてあげるか、今度はこうしてあげるかかな。そうすると上が8の字みたいになりますけど。こういう風にしてあげて、でこの辺に枝の頭持っていければいいんじゃないかな。イメージね、なるかどうかわかんない、はい、そしたらこれで植え替えするか。で、そうね、ちょっといろんな可能性を考えてみましょうかね。せっかく抜いたから。まあ、こういうふうに流して作るのもさっき言ったね、こうやったり、こうやったり、あと、こっちでこうやったり、こうやったりっていうのもあるけど、これも面白いよね。そうですね。そういうのいいですね。こういうふうにしてさ、こうやっていく。トーン記号みたいだけど、こういうふうにしていくのもいいかもしれない。枝が交わっちゃうっていうのは、昔はダメだろうね。そうですね。クロスするっていうのは。それはね、基本の木だよね。でもこれってさ、なんて言うんだろう。この木自体は、そういう木じゃないじゃない？もうここでグリグリしちゃってんだから。ね。そうすると、その木の生きた証なんだよね。だから、前はほら、僕はルールで生きてたから、こうやって、もう絡んでんのはダメですからさ。でも、バランスとか、こういうのとかは、こういうのはダメよ。右から出て左からって。でも、自然はあるんですよ。僕見たことあるから。そういうのって、やっぱり、小気味いいか悪いかは、その感覚なんだよね。だから、これ、クロスしてるけども、この感じは悪くないねって思えるんだったら、それはいいんじゃないかな。嫌だなって思うんだったら、ダメじゃないかな。だからそういうところは、もう、なんつうんだろう。素直に自分の感性に委ねる。それしかない。こういうのも面白いよね。で、ここに頭とさ、こう持ってきて、最後流して、これでこうやって流してあげる。これだと向こうに行っちゃうから、こことここはないかな。面白いけどね、このぐらいにすればなんとかなるような気がするけど、でもまあ横からの平面で見るとこの辺とか、まあこの辺だね、この辺とか、あとはその逆か、逆でまあ葉っぱで見えなくなっちゃうけど、この辺とか、あとはこっちか。こういう風にして、でこう県内っぽく。こういう機能ですね。正面を決めるときっていうのは、どこを見せたいかっていう。そうだ、そうそう。それでね、普通はほらみんな粘りを言うのさ。粘りを言いますよ。もちろん僕もすごく気にするし。でもそこだけでこっちが犠牲になる場合もあるから、だからそれはやっぱり一番優先はやっぱり粘りなんですよ。一番優先。僕は一番優先は粘りだと思ってます。でもそこからの調和。調和はだからここが正面ですねって言ったら、このぐらいは優先してあげたり、このぐらいは優先してあげたり、このぐらいは優先してあげたり、それは調和してあげればいいなと思うけど、だから絶対に無理だなと思うのは、やっぱりこういう風には植えらんないじゃない？だって粘りもあれかもしれないけど、もう根っこがもう多分浮いちゃうから。そう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 。だからこういう風にいろいろ考えてやってあげるといいかなとは思いますけどね。じゃあそろそろ決めましょうか。これでも面白いね。
ちからこういう風に見える。はい。ね、ここの曲も見えない？この曲も強く見えるでしょ。強く見えるでしょ。強く見える反面、やっぱりここがまっすぐ、すごく目立ってくるので、どこまで緩和させるかですね。そうだね。この辺がいいかな。そしたらこういうのはどうよ。そう、そこ8の字になるやつですね。8の字に見えるから。こうしてみようか、じゃあ。だからこれ、もうちょっと縮めないとダメっぽいよ。ここ見て。だいぶ割れてんだけど。もう、本当だ。だいぶ割れてんですよね、ここに雲がいたんだろうね。あ、さっき。雲がいたから隠れてて分からなかった。雲の巣で分からなかった。だいぶ割れてますよ。やってみようか、じゃあ。これでもう少し絞って。これでももっといくともっとこれ広がっていっちゃうんじゃないですか。それはね、手の感覚で大丈夫かなっていう感覚はあるんですよ。これがさ、あれなんだよね。でも自分のなんていうの、エゴとさ、木のさ、調子の戦いなんだよね。伸び縮みするもんじゃないからね、基本は。木だから。では、はい。これでそろそろ正面を向けましょう。何ですか、その動画。これね、なんだろう、カワハギっていうか、こうさ、こういう風にやるじゃん。あれで、ここはさ、絶対に取るから。そこはいらないですね。そう、だから必ず、もう、これで。結構元気よくネックも当てない。これは芯だな。芯が出てきた。韓国みたくなってるから。これも周り枝だから、まあこの辺はね、デリケートよ。ここはまあ正直大したあれじゃないと思う。これはね。まあでも、これで鉢の深さっていうのはもう決まっちゃうよね。もうこれ以上は。それ以上削れないですもんね。そう。あとは横がどこまで縮められるかだよね。走ってる枝だからね。切りたくない根っこっていうのはどういう根っこなんですか？基本は太い根っこだよね。今みたいなのは大丈夫なんですね。あ、このぐらいの、さっきの、そうだね。この大きさで言えば、どうだろうな。お箸ぐらいまでなんかもう全然余裕で切れると、あと、なんて言うんだろうな。ほら、いくつか根っこが出てるわけじゃない？はい。そうすると、その中の5、60% は切っちゃっても、残しておけば、こっちの根っこはダメだけど、こっちの根っこは取れるとかいう駆け引きがやっぱりね、経験上ですけど、多少あるんですよ。はい。だから小さくはできちゃうから、これも。ある程度、根っこは取ることはできるけど、その後の管理なんですよ、やっぱり。大切なのは。はい。植え替えの仕方じゃなくて、管理が大切なんですよね。根っこ切った後ですね。だからその管理さえしっかりしていれば、ある程度は切れる。切れるかな。あとはほら、五葉松なんかは、1年回復じゃなくて2年回復で考えるとか、
あ、そうです。御用で根っこ切るときはね、はい。どうしても力がないから、黒松赤松に比べると葉っぱの伸びがね良くないんですよ。あ、そうなんですね。そう、1年目全然伸びなかったりね。でも結構ほらいい粘り出てきたんだね。これでまた制限かかっちゃうよ。どうせだったらこの粘り見せたいねとかさ。やっぱり粘りは大切だよね。後から作れないですからね、粘りって。そうなんですよ。で、どっからでも吹かないでしょ、小白って。もうここからは絶対吹かないからね、枝も葉っぱも。そうするとさ、やっぱり今ある中でどうやって表現していくかっていうのはね、これなんかはもう全然動いてない感じがするもんね。まあここまではほぐせるかな。ほとんど根っこないですね。そんなこともない。いや、ないよね。でも、あんまりここまではやらない方がいいと思う。あ、そうです。管理が大変だから。やっぱり管理なんですよね。すごいね。全然ないね、これね。はい。じゃあ、これで、一旦こう、桐生と日向と赤玉。普通はゴロも使うんですけど、今回はゴロ使わないです。これ土の配合っていうのは樹種によって変えるんですよね。多少ね、僕はそんな変えないけど、ほら、ここは五葉松の産地なんで、基本配合は五葉の配合にしてます。基本配合がね。で、そこをベースにして、ほら、水が多いところは、お客さんにもよっても変えるんだけど、ほら、水をこうジャブジャブやりたがる人、要は臓器に強い人とか、ああいう人たちはどうしても御用も一緒に水やっちゃうんですよ。そうなると赤玉を少し減らしてみたり、なるべくこう乾くようにっていう風にやったりもするし、あとはエゾとかああいうなんだろう、水の好きな1位とかああいうのは逆に今度水が
持つように赤玉のちょっと量を多くしてみたりとか、そういうふうにある程度変えますね。はい。でも基本はうちの場合は誤用シフト、誤用配合ですね。誤用のための配合です。掃除してないですよね。これ去年場とか3年場ぐらいまでついてないんですよ、そういえば。だからこれでちょっと枝をすっきり古葉を取る。見せるように古葉取りますね。で、まあ冬でこれね、芽切りもしてないんですよ、実はね。はい。芽切りしてないから葉っぱが長いんですよね。はい、で、こういう時、なんて言うんだろう、手入れしやすいように葉っぱを切っちゃってもいいと思います。これで大体一時的な。はい。だいぶすっきりしましたね。しましたね。枝元が見えます。枝元が見えて。で、これで、まあ、芽切りしてないから、はい。大体長い、このぐらいなのが、バランスとしては、本当はこのぐらい、3センチぐらいかな、ぐらいが一番いいのは、まあ、5、6センチになってるから、それも調整してね、最終的には合わせていきたいなと思いますけどね。持っていけるかですよね。やっぱり頭から作っていくんですか？いや、違います。頭からじゃなくて、骨から。骨から。これ頭に。枝の芯。そう、骨をかけるんですよね、先に。だから頭とか、差し枝とかっていう感覚ではなくて、まず曲げる前に、その前にこう枝の配置を、枝の配置を決めていきます。だからどれが頭になるか、どれがほら、もともと頭ここじゃない？そうですそうです。ね、だからこれを差し枝にしていかなくちゃいけないから、じゃあ差し枝にするにはどこをどう針金かけていけばいいかっていうことを考えて、でそれは相手側が今度頭だったり、頭になる枝だったり、いろいろあるから。赤松はさ、もともと樹種としても折れやすいから。そうなんですか？そう。これ折れてないけど、折れやすいんだよね。だから、針金掛けとかは多少神経質に気をつけてかけた方がいいと思います。
これ針金のピッチもね、いつもより細かく巻いてるんですよね。細かくですか？そう、ピッチがね、だいたいね、針金の巻く角度って45度ぐらいが一番ベストなんですよ。で、僕はね、50度から55度ぐらいの間で巻くんだけど、きついってことですか？もっと緩い。はい。だけど、ほら、折れるから。はい。だから、折れっぽいのって、やっぱり45度ぐらいで巻いた方がいいんだよね。こう崩そうとしてるんだろうね。ちょっと引きのバランスを変えますね。ああ、そうですか。引きのバランスっていうのがあって、はい。ちょっと待つんですね。何してるかわかんないんですけど、今は、はい、ここからここの角度で、はい、これの枝を、この幹をこっちに持ちちゃうんですよね。こういう風に。それを、こういう幹から、こういう幹にしてる。こう前向きに。そう。だからそれのバランスを変えるために、こっちからこういう風に変える。曲がりたい方向に勝手に曲がるものと引っ張る方向にを変えることで、それをある程度コントロールする。それは何ですか？正面位置を決めたからですか？正面位置を決めて、頭の向こうが奥すぎるなとはずっと思ってたから、じゃあもうちょっと寄せてあげようっていう。それはもう方向違いにね。こっちまでやると全部外側に逃げてきちゃうから。だからこれを組み返して。そうすると、今までこっちにしか行かなかったのが、こっち側に行くようになるんですよ。まあ、来てるでしょ。そうするとほら、こっちに縮んだ感があるでしょ。まあ、これだけ縮むんだけど、でもこっちに外に逃げないで縦に来るから、ここの隙間が広がんないんだよね。これ引っ張ってるのってどのくらいの期間引っ張ってるんですか？いや、ここが太れば、要は肉巻きしちゃえば、ここのほら傷になってるでしょ。でも傷は必ずほら肉巻きするじゃない。で、肉巻きしちゃえばもうそれで固まるから、骨継ぎと一緒ですよね。そうすると1年とか2年とか。まあそんなもんでしょうね。中には半年の場合もあるし。そうなんですか？そうだって太ればいいだけの話だから。だから2年ってことはないと思うよ。そんなに早く固まっちゃうんですか？そう、ワンシーズン。若干戻りますよね。それもあると思う。だからちょっと強めに引いとくとか、ここが元気になってきたなと思ったら、さらにこうやって引いておいて、でも漂白類はほぼほぼないんじゃないかな。反発そんなにしないんでね。だってこれだけ曲がるんだもん。要はまっすぐ曲げられたくないから、こうバーンって跳ねるでしょ。だけどもこういう風に曲がったところで折れてないから、そこで肉付きしちゃうから、そんなには。引
っちゃうんですかね。もう切っちゃいました。あ、いらない枝ね。それも何やってるんですか？皮むいてる。あ、陣にする。そう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 。切った枝はこうやってやっとことかフライヤーである程度柔らかいうちにこうやって多少こういうふうにすると軽くこうやってペリペリペリって抜けるんですよ。簡単でしょ、こういう方が。要は組織さえ潰しちゃえばね。これできれいになるから陣に入れる。枯れてるところは無駄だよ。枯れてるところ。生きてないからもう剥けないから水分も矢にも抜けちゃってるから。そしたら今度はまた一段階。はい。もう少し細かいところをつけていくんですね。これで大体荒掛けっていうやつ。これが。はい。こういう枝をほら使うっていうのも本当はいらない枝じゃない？はい。で、何の役にも立たないように見えるけどさ、こういう枝でさ、少しでも赤松らしさの模様が出せたらとか思うとさ、こういう風にさ、ほら曲をさ、まっすぐシュッとなってるのをそういう風にしてあげれるっていうのはさ、やっぱりね、こういうのもこだわりになっちゃうんだよね。赤松らしい枝の動きですか？うん。赤松っていうのがさ、優しくてひょろひょろっとしてる曲がいいんだよね。多分ね、ほら葉っぱにコシがないじゃない？はい。ってことは柔らかいんですよ。木は硬いんですけど、新芽が柔らかいって言えばいいのかな。そうすると新芽がほらタラーンと垂れる。要はこんだけ重いと、赤松ってね、こういう風になってるけど、水あげるとこんなになっちゃうから。だから雨降ったり雪降ったりすると、新芽なんかはこんなになっちゃうから、ベロベロって、平気でこんなになっちゃうから。黒松っていうのはここにこうやって綺麗に雪が溜まってって、こういう風に落ちてくるけど、もう潰れちゃうからね。そういう意味では目出しの時点では赤松の方がずっと弱いんだろうね。弱いというか柔らかい。柔らかい。コシがないっていうか、やっぱり芽松って言われているゆえんだろうね。そうするとやっぱり枝先にこう変化が出るというか。
そうでしょうね。うん。だら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 垂れていくような、それがやっぱり文人帳の柔らかいその表現になったりするだろうし。これで、大体針金がちょっと、あとちょっとでかけ終わるんだけど、はい、葉っぱを切ります。だらつくから、これをこうして、ここで。そうするとほら、だらつきがなくなるから、パシッとこうなってくるから。こうやってやってあげるといいですよね。髪の毛溶かすように。その方が、目切りしてれば別ですよ。これ目切りしてないからね。だいたい大きさに合わせて、大きいものでも赤松はだれちゃうかな。黒松とかでもやっぱりある程度大きいもの、長くなりすぎたものは切ってあげてもいいと思います。あ、そうですか。うん。これからほら、もう光合成は軽くなるから、今の時期からだと。だからそういう時にはね、やっぱり芽を出しやすいようにしっかり日当たりと風通しを考えてあげるといいかもしれないね。飾る予定がないものでもこうやって切っといた方が。そうですね。うちなんかは2月ぐらいまでに全部やります、これ。あ、そうですか。葉っぱを少し、もっとすかすけどね。これで一旦切って、ちょうどいいぐらいの長さにして、きれいにしていきますから。はい。どこをどう整えていくんですか？空間を埋めていくんですね、あとはもう、まだぐちゃぐちゃなんですよ、僕から見れば。だから棚割りっていうものをしっかりして。棚割りと、ほら、目が上がってるように見えないといけないから。あ、目先はこう上に、はい、上に上げて、で、いらない、ほら、葉っぱじゃないけど、こういう垂れてるとか取ったりして、こういうだらしない。